こんにちは。今日は銀座にお仕事に行く時の一軍バッグ紹介をしたいと思います。過去にカバン紹介っていうのを今まで2回したんですよ。それは私が使っているお気に入りのプライベートも全部含めた一軍バッグのご紹介と、2021年の冬に紹介した一軍バッグの動画があるんですけども、今回は銀座に行く時だけに限定してカバン紹介をしたいと思います。銀座で働かれている方や夜働かれている方は大体なんとなく想像できると思うんですけども、やはりドレスに合うカバンということでバーキンとねケリーがね圧倒的に多いんですよ。私も仕事ではほとんどバーキンで、たまにケリーを使っております。でバーキン何がいいかっていうと、やっぱりしっかりしてますし、あと今これ全部25センチなんですけども、このね荷物もそんなにね仕事に行く時ってメイク道具とお財布と、ミンティアとかフリスクとかちょっとしたものぐらいしか入らないので、このぐらいのサイズで十分なんですね。でどこに行っても、このバッグだとね、ドレスだったりワンピースだったり、そして着物だったりね、仕事の装いに合うのでこのバッグを使っております。で銀座にいらっしゃるお客様のドレスコードとしては、やはりジャケット着用とかスーツっていうのが一般的に多いと思います。やっぱりね、女性のドレスコードもそういった風にドレスだったりドレッシーなワンピースだったり、そして着物が多いので、そういうパーティーに似合うようなカバン、パーティーバッグとかケリーとかちっちゃいレディーディオとかですね、そういうのを持ってこられる方が多いんじゃないかなと思います。ということで、今年そうですね、もう夏なんで今使ってるカバンを中心にご紹介したいなと思います。でまずはこれね、昔何度も動画でもご紹介してるんですけども、この25センチの黒子の赤のバーキンはよく使っております。結構ね、年季が入ってきました。もうここの取っ手の下のところがもうくたっとしてきて、前に倒れるようになっちゃいましたね。最初自立してたんですけど、だいぶここが皮が柔らかくなってきております。でカバンの中はね、こんな感じでね、結構たくさん入ります。ポーチと化粧品と、あと細々したものね入ってもまだちょっと余裕があるかなと。携帯も2台も入るし、一番使いやすいサイズかなと思います。でこのカバンは私が買った黒子のカバンで3つ目のカバンになるんですけども、一番最初に買ったバーキンの黒子と2番目に買った黒子のバーキンはもう一つ大きいサイズの30センチでした。30センチもいいんですけども、私の身長157センチなんで、そうするとやはりちょっとね大きいかなっていう感じもしなくはないのかなと思ってます。あと30センチっていうのがちょっとね大きすぎるというか、荷物がたくさん入るんですけども、仕事行く時ってそんなに荷物いらないんですよね。家を出てからお店に入るまでの間しかないので、化粧直しもね1回あるかないか、お店で1回するかなっていうぐらいなので、正直荷物がねそんないらないんですよ。だからこういうちっちゃいバッグを使っております。最近ね、ホステスさんのバッグ見てるとどんどんちっちゃくなっていて、もうシャネルのバッグとかね、ディオールのバッグもこれよりもね、ちっちゃいものを愛用されている方が多いです。これより大きいカバンといえば、あるにはあるんですけどね、大体皆さん30センチ前後のカバンを持ってるんじゃないかなと思います。ピーカーブーとか、ヴィトンのバッグとかね、そういったものを愛用しているホステスさんが多いなと思っております。次に私がよく使ってるのは、この中ではね、このバッグに続き、一番古いんですけども、この黄色い、こちらのマットのバーキンの黒子を使ってます。なんかこの黒子のカバンってね、黄色い色が2種類エルメスの中で色があるんですけども、夏にぴったりだなと思って黄色い黒子で探してこちらに出会ったので、これを愛用しております。冬に使うことはほぼないですね。10月ぐらいからも使わなくて、1月2月も使わなかったかな。3月ぐらいちょっと暖かくなってきてからだんだん使うようになりました。これもね、白いワンピースとか、なんかね、黒でも合うし、いろんなね洋服に合うんですよ。だからね、非常に愛用しております。中はね、こんな感じになっております。まだ使って2年ですかね。1年以上経ってるんですけども、結構ね、これもね、しっかりした革なので、今は自立しております。ここね、まだ硬いままです。こっちのね、赤のバッグの方が、何年かな、もう4年ぐらい使ってるかな。3、4年使ってると思うので、結構ね、くたっとしてきました。で、こちらが初めての25センチの黒子だったので、本当これをね、一番使ったんですよ。で、新しくケリーとか、色違いのバーキンを買ってからちょっとね、使用頻度が落ちたので、綺麗に保ててるっていうところですね。同じカバンをずっと使うと、靴もそうですけどね、
消耗が激しいですね。傷むというか使用感がすごく出るのが早いので、なるべくね、1個のカバンをね、毎日使わずに、1週間ね、カバン3、4個でローテーションしております。ね、めんどくさい時はね、物をパッと入れて次の日も同じカバン使ったりするんですけど、なるべくね、カバンが傷まないように、違うカバンを、挟みつつ大事に使っております。これも非常にね、とっても可愛いですよね。たくさん夏使っております。次に2ついっぺんにご紹介するんですけど、これも25センチのヒマラヤのバーキンです。これとね、もう一つ25センチの、実は最近この黒子のね、ケリーを購入しまして、こちらも今とてもよく使っております。ね、可愛いですよね。色もとっても良くて、このヒマラヤっていうのは2色展開していて、この白ベースにこういったデザインと、あとはグレーのね、ヒマラヤもあるんですけど、いつか出会えたら私は白ベースのヒマラヤのカバン欲しいなと思ってたんですけども、今年届いたばっかりなので、まだ数回と、こちらは去年からずっと愛用していて、少し使用感がね、出てきたかなって思っております。ね、可愛いですよね。これもね、結構いいんですよ。使い勝手良くて、どんな洋服にも合うし、中はね、こんな感じになっております。で今、チャームは、こういったこれね、ワンちゃんだと思うんですよね。これ何色かあるんですけども、今こういったものを使っておりますが、ちょっと夏なんで、そろそろね、これ、もうちょっと涼しい何かに変えようかなと思ってます。ちょっとモコモコしてるんでね、暑いんですよね。でそして、この、ケリーもね、結構使ってて、着物の時とかね、あとロングドレスの時とか、時にね、こういうケリーのカバンも使っております。ただ、ケリーのカバンの、いいところはね、可愛いんですが、開け閉めがね、めんどくさいですね。今、バーキンは全部開けっぱなしじゃないですか。だから物を入れたり取ったりが楽なんですけども、ケリーってね、こう開けるときにここをね、一回一回外して、で、また閉めるときに蓋をしなければいけないんですよ。今ね、こんな感じで、ちょっと開けますが。はい。で、皮も硬いんで、ちょっと大変なんですけどね。そうそう、カバンの中はね、こんな感じになっております。で、またこのカバンを使うと、ちゃんと閉めないと、やっぱりちょっと開けっぱなしっていうとね、なんかこうベローンとして、あんまり良くない感じしますね。これは、ケリーの方がね、ちょっと使いにくいなって思うところなんですけども、ただデザイン面でやはり上品だし、バーキンよりもね、ドレッシーな場面に使えるので、これもこれでね、仕事に行くときはありだなって思っております。本当はね、バーキンにあまり着物はね、合わせない方がいいんですよ。バーキンってカジュアルバッグじゃないですか。私服の時にね、さらって持ったりとか、そういうこう、用途がね、やっぱりケリーに比べて、やはりカジュアルなシーンが多いと思うんですね。で、ケリーはやはり清掃の時に持つカバンとして最初作られているので、こういうね、カバンにちょっとここが大変なんですけども、本当にここっていう時ね、着物の時とかパーティーの時はこちらのケリーのカバンを愛用しております。今私の周りだと結構ね、黒子のバーキン持ってる方ちょこちょこ女の子でいて、同じ美容室にもね、もう一人いらっしゃいます。あとは私の知ってるインスタグラマーさんもいらっしゃいますし、結構ね、バーキンはよく見ますね。で、ケリーも昔エルメスの店員さんに聞いたところ、実はケリーの黒子もね、バーキンの黒子も同じ数大体作ってますよと。年間ね、そんなにケリーがじゃあ何百個でバーキン何千個とかではなく、ヒマラヤはね、同じ数大体作ってるんですよとは聞いてたんですけども、やっぱり使い勝手の面からもね、バーキンのヒマラヤの方がいいから人気があるのかなってちょっと思っております。ただね、これはこれでね、本当に素敵なカバンなので、どっちが好きかな。いや、これ結構好きですね。そして今回最後にご紹介するカバンはこちらです。はい、これはケリーカットっていうカバンですね。はい、これ長いんですね。でしかもこれってね、真ん中にセンターのところにダイヤモンドが入っております。だから私ね、一目惚れしてこれも、購入しました。これね、何がいいかっていうと、今まで持ってるカバンにないサイズタイプだったんで、これもね、パーティーバッグとしてかっこいいなって思って買いました。で、この革が今までね、たまたまここにあるの全部マットなんですけども、シャイニーでね、この革自体がツルツルした革なんで、これも私あんまり持ってなかったので、シャイニーのカバンがあったらいいなと思った時に出会ったので、購入しました。そして今までのね、黒子と違うのが、これね、ちょっと見たらわかるんですけど、模様がね、この一つ一つのこのマスの中にね、点が一つずつ入ってるじゃないですか。革って3種類あるんですよ。
エルメスのクロコって3種類ある革の中で、今まで自分があまり持ってないタイプだったので、こちらがいいなって思っておりました。そうですね。ちょっとね、革をちゃんと見たらね、全部一つ一つね、違うんですよ。一概にクロコのバーキンって言ってもいろんな革があります。ね、これシャイニーね。いかついですか？ちょっといかついんですけど、今ね、私が私服だから、なんとなくね、これだけキラキラしてるんですけども、ロングドレスを着てる時とか、あとパーティーの時にこうさりげなく持ってると、それはそれでしっくりくるんですね。はい。これね、ここにね、入れることもできますし、たださっきみたいに難点が、ここがね、やっぱりね、毎回開け閉めがちょっと大変です。だからこれも、たくさん使うことはないんですけれども、こんな感じですね、中がね。携帯電話と鍵と財布は入らずにカード、あとはちょっと現金入れたりとか、そういった用途で使っております。だからデイリー使いはちょっと難しいですね。この中にいろんなもの入れようと思ってもかさばって膨れてしまうので、ほんと最小限のパーティー行く時だけと思って愛用しております。お店に行く時はいいですね。最近は私も今車アルファードをこの間社用車で購入したので、その中で荷物をね、置きっぱなしにしておけるっていう利点があるので、もうどんどんね、持ち運ぶ荷物が減っております。昔大きなカバンを買っていろいろね、もう一回外出したら夜まで帰ってこないとかもあったので、たくさん荷物を入れて持ち運んでましたが、最近は仕事行く時だけとかね、あと車の中にも荷物が置けるので、ちっちゃいバッグをメインに愛用しております。ということで、今回ね、私が今仕事で使ってる一軍バッグのご紹介でした。このね、5種類のね、カバン、夏なんで特にね、この赤と黄色を使いつつ、そしてこのヒマラヤのケリーも最近購入して可愛いので、こちらもメインに使っております。これはね、ほんと特別な時のパーティー中心にドレスの時に愛用しております。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。